こんばんは。今日は自分の作品も出てる展覧会、アブタオフェンっていう展覧会、ギャラリーハウスっていうところでやってる展覧会なんですけど、そちらを紹介していきながら自分の作品を見ていこうかなと思ってます。まだ自分が作品設置した時は誰も設置してなかったんだけど、今日入るのは初めてです。入り口です。テーマは VR、AR をテーマにしたもので、さまざまな生徒が作品を出しています。入り口です。入っていきましょう。どうぞ。こちらなんでしょうか。音が鳴ってるのかわからないですね。今回はこのザールブルッケンの街でマルクス・オフィス・プライスっていう映画祭が開かれてて、この映画祭がかなり大規模なので、そちらと並行してやるっていう展覧会になってます。今からオープニングセレモニーが行われます。食事いっぱいです。Dass Sie mich eingeladen haben und bedanke mich auch ganz herzlich bei der Ministerpräsidentin und zugleich der Schirmherrin der Veranstaltung und bin sehr froh, dass Sie alle da sind. Es ist mir eine große Ehre, gemeinsam mit Ihnen in die Welt der virtuellen und erweiterten Realität einzutauchen.こちら面白かったので紹介します。昔の VR グラスでしょうか。面白い形してて、紙をここにセットして2つの絵が重なって見えるっていうもんなんですが、これ結構面白くて、写真で見るとあんまり見えないんですけど、見てみるとお城が浮かぶっていう、すごい面白いです。ここが私の作品が飾られている場所になります。こちら絵本の AR アプリになってます。カメラでスキャンするとこ
Hi, I'm Fat. すごいですね。カメラ動かしてもついていくっていう感じで。こちら手を入れるとJa, im Boden gehen. Boden. Ja, Mhm. genau. Und dann fass mal die Sachen an. Okay, ja. Heiz. Bisschen Heiz. Es ist schwierig, wenn der Mantel das so. irritiert. Das heißt, mal so. Mhm. Oh, interessant. Und dann wieder rausgehen, einmal. Passen. Ja. Und dann kommt es raus. こちらの川瀬直美さんの作品だったんですけど、すごい良かったです。これもう VR だからどうしても伝えられないんですけど、なんかこうこの辺に小さな部屋が浮かぶんですよね。でその主人公の部屋の中をこう VR でこう寄って、すごいちっちゃな部屋なんですけど、そのミニチュアの中をこう中に入って見れるみたいな、すごい面白かったです。あと VR だからこそこう360度全部映像広がってるけど、もうここだけ映像が動いてるってなると、もうここしか集中しないっていう効果が出てたり、手前でやるのか奥でやるのかのその映像表現の方法とかもすごく悲しい時にこう奥にやって、楽しい時は前に出てくるみたいな、ざっくりですけどそういうのとか面白かったり、あとこう扉がこうあるシーンがあって、その奥で映像が流れてるシーンとかあるんですけど、そういうシーンとか VR だからこそこう自分がこうやって動くと、この扉の向こうの背景も動いて見えるので、その奥側の景色なんですかが見えるんで、それもなんかこう実際に自分がこの扉のこっち側にいて、その扉の向こう側で物語が起きてるみたいな、そういうのが感じられてすごい面白かったです。なんか VR ならではの360度映画とかだとこの立ってる場所から変えられないんですけど、 VR だからこそこう立ってこう動くみたいな、そういうこともできたのですごい面白かったです。こちらの作品すごいのでぜひ見てほしいんですけど、ちょっと待ってくださいね。この絵本なのに 3D 空間、折りたたみ式だからこその 3D の表現、こうやって回り込めるんですね。もちろんこの紙のオブジェクトに投影されてるようになってます。こちらのページではちょっとくださいね。ページがちょっと開ききってないんですね。すいません、ガクガクしてます。
ついてくれましたね。面白いです、とても。さあ、沈んでしまいました。これは映像で見るよりも実際に見た方が綺麗に見えてますね。本当に動いてるみたいです。終わりました。すごかったですね。面白かったですね。すごいいろいろ突然決まった展覧会だったんですけど、いいチャンスいただいて面白かったです。やっぱなんかあれですね、なんかミニチュアな作品はすごい面白かった印象でしたね。なんかやっぱ自分が動けるから、その動いて楽しいってなると、なんかそういうの面白かったですね。ミニチュアな感じのやつが面白くって、でなおかつなんだろうな、撮影したものはやっぱ難しいなってすごい思いましたね。なんかやっぱすごい360度撮影のやつだと、実写に近づくとすごい自分と AR じゃないしは VR の世界がすごいかけ離れちゃってるような印象を受けたので、なんかやっぱまだちょっとファンタジー系の方がすごい中に入り没入感がすごかった気がしましたね。いやでもやっぱミニチュアはすごい良かったですね。その点ではなんか現実じゃないっていうのを受け入れながら、なんかこの自分の動きが大事になってくるみたいな。そう、なんか世界が大きくなりすぎると自分が動いてもその周りの映像があんまり変わらないっていうか、そんな感じがしたので、やっぱちっちゃい世界の方が自分がちょっと動いただけで、すごく見えてる景色が変わったりするのがすごい良かったかなって思いますね。いやー、やっぱなんか定点じゃなくて自分が動けるのがやっぱ VR だったり AR の魅力だったなって思いました。いやー面白かったです。じゃあこの辺で今日の動画は終わりにしたいと思います。なんか最近動画の方向性 YouTube どういう風にやっていこうかなって迷っているので、もしこういうのいいなって思ったり、またこういうのを出してほしいなみたいなのあったらコメントとか、高評価とか押してみたりしてくれたら、こういうのいいんだなと思ってもう一回作ろうと思うので、もし、気に入ったらなんかリアクションくれると嬉しいです。じゃあまたね。